はい、今回はアハモとビッグローブモバイルどちらを契約した方がお得になるかを検証していきます。このチャンネルの動画ではガジェットについて紹介していきます。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんは今スマホの通信についてどこと契約していますか？ドコモや au、ソフトバンクといったキャリアでしょうか？それとも Y モバイルや UQ モバイルといったキャリアのサブブランドでしょうか？ビッグローブモバイルや IIJ ミオなど格安 SIM の方もいますでしょうか？先日ドコモからアハモというプランが発表されました。 20GB という中容量のプランですが、非常にコスパの良いプランです。詳しくは私の動画で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。またビッグローブモバイルについても紹介している動画がありますので、よければそちらもご覧ください。この動画の上のびっくりマークや動画紹介欄のリンク、チャンネルページから見ることができます。とてもコスパがいいプランですが、格安 SIM と比較した場合、本当に格安 SIM よりも得になるのか、どういった場合に得になるのかといった観点で検証していきます。それではこの動画では、第1にアハモが向いている人、第2にビッグローブモバイルが向いている人、3つ目にアハモとビッグローブモバイルの比較を料金プランの観点から行います。4つ目にそれぞれの料金シミュレーションとその比較を行います。最後にアハモとビッグローブモバイルそれぞれの特徴について紹介していきます。この動画を見て少しでもアハモまたはビッグローブモバイルといった格安 SIM の契約の際の参考になれば幸いです。アハモが向いている人について結論ですが説明していきます。以下のことが該当される方はビッグローブモバイルなどの格安 SIM よりアハモの方が適していると思います。1つ目にデータ使用量が月に 6GB 超える方、2つ目に光回線を契約しない方、ただし毎月の通信が月 20GB 以下またはそれを超過して 1Mbps の速度でも大丈夫な方、3つ目にキャリアの通信品質を求める方、4つ目に海外に行くことがある方。以上ですが、これらの項目に1つでも当てはまる方はアハモを検討されてみてはいかがでしょうか。それでは次にビッグローブモバイルが向いている人について説明していきます。以下の項目に当てはまる方はビッグローブモバイルを検討されることをお勧めします。1つ目にデータ使用量が月 6GB 以下の方、2つ目に家族など複数回線契約をされる方または容量シェアをされる方、3つ目に通話が少ない方、通話1回3分以内または月60分以内の方、4つ目に光回線を契約している方またはされる方、5つ目にドコモの回線でエリアが 4G に対応されていない方はアハモは非対応になりますので、ビッグローブモバイルのタイプ D か au 回線を使用するタイプ A での契約がいいかと思います。ご自身の端末、ドコモ、au のエリアの状況を確認することをお勧めします。アハモとビッグローブモバイルの料金面での比較をしていきます。まずアハモですが、月額2980円で月のデータ量は 20GB、 繰り越しなしになっています。また超過時の制限速度は 1Mbps になっています。通話料金は1回あたり5分以内の国内通話が無料になっています。ビッグローブモバイルは月のデータ量が 1GB の場合1160円で 1GB のプランのみ繰り越しなしになっています。3GB で1600円、6GB で2150円、12GB で3400円といった具合になっています。20GB、30GB の大容量もありますが、ここでは省略します。そしてビッグローブモバイルで月のデータ量超過時の制限速度は 200kbps となっています。通話料金は30秒あたり20円ですが、ビッグローブ電話といったアプリの利用で
30秒あたり9円で通話ができます。またこれはオプションになりますが、月額600円で3分かけ放題または通話パック60、830円で10分かけ放題または通話パック90をつけることができます。それでは料金シミュレーションをしてみます。単身者で光回線に契約している場合で検証します。アハモと光回線を契約している場合ですが、ここでは光回線は月額5200円のものを契約しているものと仮定します。アハモの2980円と光回線の5200円で月8180円の費用になります。これで 20GB と光回線なので家でネットが使い放題になります。年間の費用は8180円が12ヶ月で98,160円になります。次にビッグローブモバイルと光回線の場合について見ていきましょう。ビッグローブモバイルの 3GB のプランを契約している場合、1600円と光回線の5200円で月6800円の費用になります。これで 3GB と光回線のため家でネットが使い放題になります。年間の費用は6800円が12ヶ月で81,600円になります。ということで、単身者で光回線を契約している方の場合、その年間の差額はアハモと光回線の場合98,160円からビッグローブモバイルと光回線の81,600円を引いて16,560円になります。ビッグローブモバイルと光回線の方が年間15,000円くらい安くなる計算になります。ただしこれは通話料金を考慮していないので、実際はもう少し違った結果になるかもしれません。次に2人で回線契約と光回線を利用している場合ですが、アハモと光回線の場合2,980円が2回線、光回線が5,200円で月11,600円です。年間の費用は11,600円が12ヶ月なので133,920円となります。ビッグローブモバイルと光回線の場合1,600円が2回線と、ビッグローブモバイルの場合複数回線の割引があるので200円割引になります。そして光回線の5,200円で月8,200円の費用になります。年間の費用は8,200円が12ヶ月なので98,400円となります。アハモと光回線とビッグローブモバイルと光回線の年間の差額は133,920円から98,400円を引いて35,520円となります。2人で契約する場合はビッグローブモバイルと光回線の方が35,520円安くなることになります。それでは4人でスマホの回線の契約と光回線を契約している場合を考えていきます。4人ということで夫婦2人と学生の子どもたち2人の家庭になるでしょうか。アハモと光回線の場合2,980円が4回線、光回線が5,200円で月17,200円になります。年間の費用は17,200円が12ヶ月で205,440円となります。ビッグローブモバイルと光回線の場合1,600円が4回線と、ビッグローブモバイルの場合複数回線の割引があるので200円が3回線分割引になります。そして光回線が5,200円ですので月11,000円となります。年間の費用は11,000円が12ヶ月なので132,000円となります。アハモと光回線とビッグローブモバイルと光回線の年間の差額は205,440円から132,000円を引いて73,440円となります。4人で契約する場合はビッグローブモバイルと光回線の方が約73,000円安くなることになります。お気づきのように回線契約数が多くなると
その分年間の差額が大きくなります。これらのシミュレーションは光回線に契約しているという前提で行ってきました。それではどういった場合に光回線が必要になるのか検証してみました。1つ目は PC を持っていてネットに接続させる場合です。PC はスマホやタブレットに比べて通信量が多いです。特に Windows PC の場合、Windows OS のアップデートやセキュリティソフトのアップデート、バックグラウンドでのアプリの更新、OneDrive の同期など、気づかないうちに大量のデータの通信を行っていることがあります。2つ目は複数の端末をネットに接続させる場合です。スマホ、サブのスマホ、タブレット、ゲーム機など複数の端末を家で接続させる場合も光回線を契約していた方が良いと思います。それはこれらの端末も OS のアップデートや各種アプリの更新を行い、大量のデータ通信を行うからです。スマホとタブレットの2台程度であれば、ahamoの 20GB でも大丈夫かもしれませんが、それ以上になると、アップデートだけでも大量にデータを消費してしまいます。また、スマホのテザリングでこれらの通信を賄っていたとしても、スマホのバッテリーの寿命を縮めてしまうことになります。なので、複数台の端末をネットに接続させて使う場合も、光回線を契約する方が良いと思います。3つ目は Fire TV スティックなど家のテレビで Amazon プライムビデオといったネットのコンテンツを利用している場合です。テレビで動画を見る場合、画質値もよりますが、高画質で視聴する場合、1時間で 1GB ぐらいのデータ量が消費されます。なので家でよく Amazon プライムビデオなどのコンテンツをテレビで利用されている方は光回線を契約した方が良いと思います。4つ目はオンラインのゲームをする場合です。これは主に回線の速度や安定性、データ量が理由です。私はガンゲームをしていますが、アプリのアップデートのたびに数ギガバイトのデータ通信が行われます。快適にゲームを楽しみたいのであれば、光回線の方が良いかもしれません。最後5つ目は家で仕事をされている場合です。これはテレワークで家からオンライン上で会議を行ったりするのですが、データ通信量が多かったり、オンライン会議の際の回線の安定性が必要だったりすることがありますので、基本的にはこれらの方は光回線の契約が必要だと思います。それでは光回線に契約せず、ahamoのみで行ける方はどのような方々なのか考えてみました。以下に該当する方々はahamoのみでも大丈夫かもしれません。まず単身者で端末がスマホやタブレットでネットに接続される方です。タブレットをネットに接続する際はスマホのテザリングを使う方法があります。ただし Wi-Fi でのテザリングを利用するとスマホのバッテリーに負担がかかりますので、ネットの速度を必要としないのであれば Bluetooth でのテザリングをお勧めします。私の別な動画で iPad をテザリングでネットに接続する方法について紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。画面右上のびっくりマークのアイコンやこの動画の説明欄のリンク、チャンネルページから見ることができます。次にオンラインでのゲームをあまりしない方、あるいはデータをそれほど消費しないゲームをされる方も該当するかと思います。以上からahamoのみでやっていける方というのは学生や若い社会人の方々に多いかもしれません。皆さんが光回線に契約しなくても大丈夫なのであれば、ぜひ検討してみてください。次のスライドではahamoのみの場合とビッグローブモバイル 3GB と光回線を契約した場合での通信費の比較をシミュレーションしています。単身者の場合でシミュレーションしています。ahamoのみの場合、月当たり2980円なので、年間の費用は12ヶ月分なので 35,760 円になります。ビッグローブモバイル 3GB プランと光回線の契約の場合、月当たり1600円と光回線の5200円で6800円になります。
年間の費用は6800円が12ヶ月分なので81,600円になります。差額は81,600円から35,760円を引いた45,840円となり、アハモのみの方が約45,000円安くなるという結果になりました。これは無印の iPad が買える金額ですね。それでは最後にアハモの特徴とビッグローブモバイルの特徴についてざっくりとですが紹介していきたいと思います。まずアハモの特徴として、オンラインのみで受付を行っている。月額2,980円で 20GB のデータ通信で、余ったデータ量の翌月の繰り越しなし、制限時の最大速度は 1Mbps である。音声通話料金が1回あたり5分以内の国内通話が無料で、それを超えた場合は30秒あたり20円である。ネットワークはドコモの 4G と 5G のエリアであり、3G の回線の提供は行っていない。海外82の国や地域で 20GB のデータ通信が可能である。2年縛りや解約金の設定がないといった特徴があります。他にもありますが省略させてもらいます。さて、ビッグローブモバイルの特徴についてですが、ビッグローブモバイルではデータ容量に応じた複数のプランを選択することができます。また、ドコモの回線を使用したタイプ D と au 回線を使用したタイプ A の回線を選ぶことができます。複数回線での契約、家族割やシェアSIMの契約といったことができます。余ったデータ量を翌月に繰り越すことができます。ただし、月 1GB プランのみできません。タイプ D の場合、ビッグローブ光契約で300円割引できます。これはビッグローブモバイル1回線と光回線1回線のみです。エンタメオプションや各種通話オプションがあり、必要に応じてこれらのオプションをつけることができます。いかがだったでしょうか。皆さんはアハモやビッグローブモバイルをはじめとした格安 SIM について少しは参考になったでしょうか。今回の動画が皆さんのスマホの通信の見直すきっかけになったり、お役に立てることができたのならば光栄です。今後も少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。